海の向こうから一柱の小さな神がやってきました。その神と国を整えた後、大国主の神は一柱になります。すると今度は海そのものを照らしながら別の神が近づいてきました。国は誰とどのように作られるのか。今回は大国主の神と佃人の神の国づくりです。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。大国主の神が出雲の三保の岬にいた時のことです。海を見渡していると、波の上から見たこともない小さな神が近づいてきました。その神は鏡という植物の鞘を割った小舟に乗り、薄い皮を衣のようにまとっていました。大国主の神よりはるかに小さな姿です。けれど、ただの旅人には見えませんでした。あなたはどなたですか？小さな神は答えません。大国主の神に従う神々も誰なのか知りませんでした。すると、ヒキガエルを指す谷グクが言いました。クエビコという神ならきっと知っている。クエビコは他に立つかかしの姿をした神です。クエビコはその正体を知っていました。小さな神は天地の始まりにも現れたカムムス火の神の子。その名はスクナビコナの神と言いました。カムムス火の神は確かに自分の子だと認めました。多くの子の中でも手の指と指の間からこぼれ落ちた子だと言います。そして大国主の神と兄弟となり、この国を作り固めるよう言い渡しました。こうして大国主の神とスクナビコナの神は兄弟となり、肩を並べて国づくりを進めました。大きな神と小さな神。二柱は力を合わせ、この国を作り固めていきます。やがてスクナビコナの神は海の向こうの常世の国へ渡っていきました。共に国を作った小さな神を見送り、大国主の神はまた一柱になりました。私一柱でどうすればこの国を作れるのだろう。どの神となら共に作れるのだろう。その時です。海を明るく照らしながら、もう一柱の神が近づいてきました。スクナビコナの神とは違い、古事記はこの場面でその神が誰なのかを語りません。海から来た神は、自分をきちんと祀るなら、共に国を作ろうと言いました。祀らなければ、この国を完成させるのは難しいとも言います。大国主の神は、その神をどのように祀ればよいのか尋ねました。すると神は、大和を青々と囲む東の山の上に祀るよう伝えます。古事記は、この神を見頃の山の上に静まる神だと結びます。後の物語では、大物主の神として現れる神です。大国主の神の国づくりは、二柱で土地を整える物語から、神を山に祀る物語へと移っていきました。スクナビコナの神とは、肩を並べて国を作りました。そして海を照らした神は、見頃の山に祀られることで国づくりを助けます。二つの出会いを経て、大国主の神の国は少しずつ整っていきました。ここで一つだけ見ておきましょう。スクナビコナの神は薬や温泉の神としても広く知られます。けれど、この場面の古事記は国づくりの具体的な内容を記していません。後の伝承と分けて読むなら、二柱でこの国を整えたと語るところまでが本文です。こうして国づくりを進めた大国主の神。けれど高間ヶ原の神々は、その地を自分たちの子孫が治めるべきだと考え始めます。
送られた使者たちは、なぜか大国主の神のもとから帰りません。次回は、国譲りへ向かう使者たちの物語です。